ウィーバー。惜しかったです。あ、どうも現代忍者の役です。2、2、ぴょんぴょんってことで始まりましたね。始まりました。ぶらり商店街亀戸の、今日はね、新しい企画ありがとうございます。いいんだよお前、そんな企画。確かにこれおもろいか。おもろくない。これ今実はね、うん、月宮姫奈さんいたでしょ。弟子の、あなたの弟子の、近くに撮影所あるんですよ。でね、月宮姫奈さんが今撮影中なんですよ。コラボした時に、今度は石井東吾先生のジークンドを体得して、そこにウェーブを足して、で、まあ、女優業に生かすように、今度コラボしましょうねって言ったらめちゃくちゃ喜んでたじゃん。喜んでた。だったら今から撮影所に行って、そのまま何も言わずに車に乗せて、で石井東吾先生の道場に行って、でいきなり戦ってもらう、急遽この企画にしましょう。じゃあ、今から姫を拉致ろ。そうっていう感じで、行きましょうよ。じゃあ行ってみよう。今姫奈さんのですね、お仕事中の撮影現場に来ました。あなたね、一応姫は他事務所だからね。そうですよ。いや、マネージャーに許可もらった。あ、許可もらってんの。マネージャーに許可もらいました。あ、そりゃそうだよね。そりゃそうです。っていうことでね、今スタジオの前に来ておりますから、出てきたところを姫奈さんね、そのまま車に乗っていただいて、石井東吾先生が待っている群馬県の館林まで行きましょう。行こう。はい。来た。あ、お疲れです。お疲れです。あ、お疲れ様です。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。そう。あ、ね。とりあえず行きましょう。乗っていい？乗っていいよ。どうぞ。どうぞ。よし、じゃあ太田、急ごう。シートベルトしてね。ではシートベルトしてね。テンパって。では、たくちゃん。はい。じゃあ未来のたくちゃん、お返しします。過去のたくちゃん受け取りました。はい。ということでね、ここどこだと思う？姫ちゃん。ちょっと本当にわからないけど道場は見えます。そしてこれをなんか託されました。亀戸餃子。餃子。これを今から会う人に渡したいなと思いまして、ジークンドマスター石井東吾先生に姫をね鍛えてもらおうと、はい、そう思っております。じゃあ、とりあえず行ってみよう。今日ガチでやってますよ。やってる。先生、本日お世話になります。よろしくお願いします。楽しみ、ワクワク。おい、ドンペン。俺じゃないです。勝手に入っていっちゃう。頼むの。いや、ドンペンそんな意思持ってないから。はい、ということで、石井東吾先生でございます。ちょっと待って。何？衣装着替えたこと何にも触れないんだね。俺？だって私。そうか。だって手ぶらで来たんだもん。そうですよ。着替えがないから石井先生に貸してもらったんだよ。っていうか、めちゃくちゃこれかっこよくないですか？ちょっと。はい。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。先生、これ買えるんですか？買えないです。買えないですよね。道場生だけ。ぜひね、寝巻きに使いたい。寝巻きに使わない。トレーニングで使えよ。そうです。っていうことで。ということで、はい、今日はね、前回、吉本美優でね、浅い空手とクロスさせたね、はい、体得してウェーブを足したんですよね。はい。それをぜひ先生のね、ジークンドの技にウェーブを足せないかなと思います。今日は。そういうことで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ頑張ろう。はい、頑張ります。どうも、平さん。よろしくお願いします。ウェーブパスということなので、近い距離での技がいいのかなと。このジャブに対して一回こっちで入る。これ目つきが入ってそのまま取ります。そしてこのまま決める。いやー、早いですね、たくちゃん。これにまあ早い。まあとか言うな。もっと早いから。そうです。そうですね。あれはもうそこまで早くないの。ゆっくりやったんで。あ、ほんと。じはい。ゃあ一個ずつ解説していただいて。はい。離れてて、このジャブに対してまずここでこっちで叩きながらさばきをパンチこれで避けます。ここに行くんです。これで当たんない。でここから
交差するようにしてここでそう目つきがはい入る。でそのままこの手をスライディングさせて、そうこれをちょっと引っ張りながらここに打ちます。ドンでそのまま下から自分の腕を取る。自分の手を取る。そうでそうするとこのままここに本来だとここで肘をガンってはい入れます。そしてそのままこう崩して倒します。で相手が起き上がらないように膝でここでちょっとここに首をそうでこの手は離しちゃう。でそのまま自分のここに体に押し付けたまま肘を固定して動かないようにしてここの手首を関節をこういう感じです。いやーノンファンタジーだね。これリアクションがノンファンタジーですね。ちょっと待ってください。たくさんすいません。この人誰ですか、この金髪。ちょっと金髪ちょっと触れてあげてよ。この人誰ですか、これ。あなたの弟子ですよね。違います。あ、違います。東郷先生のところでしょ。あれでもこの T シャツ着てんじゃないですか。あれあ、足だ。芦田だよね。なんじゃなんじゃね。はい、ドラマの撮影のなんだ。びっくりした。新東郷先生とこ来るからって、まあ、張り切って金髪にしたのね。びっくりした。ね、東郷先生、はいまだ姫がその、馴染んでいないので、ちゃんと馴染むまで教えてください。わかりました。はいそういうことですね。お願いします打つ叩きながらここで下からこう取ってこの時こう伸ばさなくていい。この距離が近いからそうもっと前にしましょう。そうここでゴンってやったらそうここ手首はいこう絞るから下から上はいたくちゃん、やっぱりジー君にとってウェーブと相性いいの。いや今考えてるのよ、だからここにどうウェーブを足せばいいだろうかと。結構どうです、ゼロ距離戦闘術から考えると実践的ですか。いやそれはもう実践的ですよね。まずこの所作の最初がさ、浅い空手の別に首を打ったりもできるしね。ね、やっぱ達人になると共通点がたくさんあるんですね。おお、先生どうですか今。はい良かったと思います。いいですよね。じゃあ先生、タク先生。僕は先生じゃないです。ただのチンピラです。いきらだよ。いやなんかだけどまだはいそのスムーズじゃないから。まあそうですね。弟子に厳しい。その俺はね一度ね実はね平さんをねプライベートでさ教えてるわけよ。あなたがそうなんです。あの日もう30回は戦ったよね。ちょっと偉そうだな。立ってあなたも。いやもう立ってるから何に反応した。東郷ちゃんのね。東郷さんに反応した。平さん前回坂口さんからねゼロ距離戦闘術学んだんですよね。どうでした。坂口さんと、手合わせさせていただいた時は、手合わせってなんか軽マススパみたいなのやったんですか。マススパグローブつけてもう全然当ててよしだから。はいはいはい。戦術とか吸い込まれていくようなイメージがすごく強いですね。だから自分がやろうとしたことすべて吸収されて、そこからこうもう飲み込まれていくようなイメージがありました。アクションは受けだからね。まず相手を受け入れるっていうところからだから。なるほど。で東郷先生がね逆にどんな感じですか。全部やはりその裁かれるといいますか、弾かれる印象がありました。先生どうでした。はいだいぶ良くなりまだいしたか。ぶ良くなりました。はい。じゃあ見せてください。お願いいたします。どうですか先生。はいいいと思います。おお。じゃあこれに坂口拓さんウェーブ出すね。足してください。まず、はいウェーブよけを使ってこっちに入ってこの今目でも殴りでもいいしで入れ替えてこっちねで今度こっちのウェーブこのウェーブでこっちからこっちこれで
あとはもう一緒でいいですよね、先生。そうですね。横ウェーブ余計でこっち手を添える感じで、横ウェーブで手を添える感じ、はいここで一回もう殴っといてもいいからね、はいから入れ替えてロック回すガベーっていうね。はい。はい、俺もやってみようかな。からよし、素晴らしい。じゃあやってみてください。はい、やってみます。硬い。1だからさ、1だから。今1になっちゃったんだ。要は水だから、水が流れるようにやってくる。要は今のやるとカチッカチッカチッってなっちゃう。1、2、3じゃないから流れてくる。横プレス。はいいい。ひょっとしたら倒すのに遠慮してたのかもしれない。倒すので、あとね、人間の体の構造がわからないから、どこまでで怖がるか、なんで痛いかが分かってないんだよ、体の構造が分かってないから、だからそこで遠慮しちゃうと、坂口拓と石井先生はこれ以上やったら人が壊れるっていうのをちゃんと熟知してるから。あだからあとは思いっきりのね、ーでもだいぶ動き変わってきましたよね。よくなってよくなった、ね。これ先生これウェーブ足されたんですよね。足してます。すみません、ちょっと違いが取ってて分かんないんですけれども、あ、本当ですか？はい、多分登録者の人みんな今そう思ったと思うね、うんだいぶ上手くはなってるんですけどね。うまくはなってる、うんむしろ石井先生が教えたやつがうまくなってが上手くなってる。あー、なるほど。るで、ウェーブの足し算には側としてはふわっとしちゃったってだからそのウェーブ足した絵がだからこういうことじゃない、ウェーブを足すことによって東郷先生のジェイク運動に近づいたってことじゃん。なるほど。けど、はいもうちょっとできることだかそうだよね。ら、じゃあもうちょっとや分かりましたってみよここを接触させて、例えばこっちに関節取ると相手嫌がるから、これで曲げてくるとに対して入ってくる。うん、そううまい。そうよかったよ。今うまかったね。今よかったすごくね、いいことを今やってくれてて、ウェーブは教えてるんですけど暗殺術を教えてないんですよ、うん。つまりウェーブの身体操作だけやってるんですね、であとアクションを教えてるんですね。だから結局今の芦田のこれに対しても全部アクションの手として覚えちゃってるんですよ。1、2、3ってけど今先生が教えてくれたの分かったけど、こう来たのはまずパンチが来たからさばいた、ここで目をついた、スラッシュさせた、でこう一回決めるじゃない、でこっちに逃げようとするかもしれないから逆にこっちに回してるっていう、全部相手の動きに対して反応でやってるわけ。そうです。つまりアクションで覚えてしまうとただやってることを繰り返しちゃってる。だからそれの悪い癖が出ちゃってる。なるほけど俺のリアリズムアクション道はそうじゃないじゃん、必ず相手に対して反応して相手が逃げたら逃げたのに反応する、アクションとして覚えるんじゃなくて、俺はアクションは会話だと思ってるんで、相手が会話してくれてるに対しておはようって言われてるんに対しておはようって返してあげなくて違う会話をしちゃってるから噛み合ってない、殴ってきたのに対してウェーブを受けるわけじゃん。その時に目いついた、切り返した、殴った、腕決めようとした瞬間抵抗する、こっち逃げようとしてるから逆にこっち決めていくね、はい。ねっていうような会話にした方がいい。はい。そうですよね先生。はい、おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。もう一度。はい。ど。急に動き変わったんちゃいます？良くなったね。ね。俺が煽った途端ダメになったな。そういうとこあるんだよな、本当に。ピエン。いやいや。ピエンいただきました。難しい。もっともっと修行します。けどいきなりね良くなった、動きも良くなったんですけど、確かにこれをでもずっと続けていけば、成功率、安定感が増していくんじゃないですか。そうね。ねだけど今は相手が来ることに決まっての反応だからね。だからなるべくね相手とね会話できるように、
ならないとダメだよ。はいあ、そうだ、ごめんなさい。こっちでしたね。はいちゃんと会話ね、相手と会話をするってことだから。はいね、会話をしないものが多いけど、俺のところで学ぶってことはね、その相手に対してのリアルなことだから、会話をしてることだから、ぜひね、やってみてください。頑張ります。けど良くなったからね。ね、ジークの体得して、はいね、今言ってみれば演技論みたいなもんだもんね。いやまさにアクション指導で、でそれをそのまま女優業に活かせれると思うんで、はい頑張ってください。頑張ります。これで終われないです。これで終われない。なんだよ。我々こうやって出稽古に来たわけじゃないですか。はい。お手合わせしていただきましょうよ。やりたいです。やりたい。そういうことだね。やりたい。軽くお手合わせですよ。はい。ちゃんとしてくださいね。女性ですからね。よろしくお願いします。それじゃあ。お願いします。ちょっと俺と変わってるじゃないですか。あ、本当だ。池坂口。池じゃないんだよね。池坂口。池じゃないんだって。姫の会だから。でも折りそうなってたから先生。先生あれ折れちゃいますよ。つい。僕1分ぐらいでやめって言おうと思ったんですね。でもナイス判断。怖い。びっくりした坂口。急に坂口入ってきたから俺びっくりした。ほっとしました。危ない。でもよかったんじゃないですか。よかったね。ね。先生、うちの石をちょっと揉んでいただいてありがとうございます。いやたった10秒ですけどその中ですごく攻防があって、あと先生多分最後腕折る時に4手ぐらいパパパパってね、あれちょっとだけ解説してもらいましょうよ。あれどうちょっと何だったんですか。覚えてないですいや多分感覚でやられたと思うんですけど、最後私が右ストレート打ったんですけど、はいこっちさばいたかはなそれでこう入ったやば。い。ここでもう一回折ってるけどね。もうすでに折れてるってこと。こっちで返してるからね。もうね、無駄がないんだよね。だから俺今たすきに入ってるけど、もう本当は腕折られてるよね。本当にやってたらね。怖え。怖いよ。だけど、今日、ちゃんとこう教えていただいて、これからもうちょっとね、私も弟子にたまには厳しく、教えて、もっとね修行させてあげなきゃなと思いました。はい。石井先生、今日ひめちゃんこうやって出稽古に来て、はいどうでした？いややっぱ飲み込みが早いし、はい学ぶ上でやっぱ素直さが一番重要だと思ってて、それがあるのでそうですね。素直でいい子です。本当にそう思います、なんか一つアドバイスするとしたら、なんかあります？姫さんに。なんだろう、焦らず習得するっていう気持ちを持った方がいい。確かに段階を踏んで一つ一つを丁寧にやっていけばいいのかな。逆になんかストロングポイントっていうところあります？諦めずにこうトライ続けてることマインドですよね。そう、じゃあ逆に姫さん今回石井東郷先生の道場でねいきなり連れてこられたわけだけれども、びっくりしました。実際やってみてどうでした？たくさん最初ウェーブと相性合うのかどうかっていうのを心配されてたんですけど、なんかむしろ分かりやすくなりました。ウェーブのたくさんの言ってることとこのジークンドを掛け合わされてすごく分かりやすくなって、2人の言ってることが掛け合わさるとこっちに伝わるっていう感じです。足りないところを補い合ってる。申し訳ない。いやいや、俺はいいよ。いやいや全然いい。失礼だわ。じゃあ逆、タキさんにいつも教わってて、待ってここピンとこないってなってるところを東郷先生からの分かりやすくけどね、そうじゃあね、やっぱりそのコロナも続いたら、2人でやっぱやらないといけないですね。ちょっとまあね、今日入っちゃったけど、いずれみんなが見たいのは対決。やらなきゃなと。それはねもう少しお預けということで、そうだね。気が来たら戦っていただきましょもう日にちはなんとなく決めてるから。決めるな。セミが鳴く頃ね。夏かよ。そうだね。やはりお手合わせ完全なガチバトルを。完全なガチバトルをやりたいと。登録者の皆さん、もう少々おもう待ち少々お待ちください。タクチャンネル。お前が先生に勝ってるところもいっぱい見つけて。このチャンネルがいいなと思った方には慎重。高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてね、ベルマークボタンを押せば、クリックしていただければ皆さんのところに通知がいきます。はい。いいですか？はい。もう閉めたのね。そうですよ。あなたがしょうもないことを言ってる間にとっとと閉めました。はい。
じゃあ先生、はいそして姫梨さん、今日はありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございましたいつものやついきますので、はい皆さんチャンネル登録よろしく。